どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。シャキシャキもやしよ、ポキポキおいさやです。なんかさや2回言うかった今今日ダメみたいな。水飲んだのもうこんな感じ今もう。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。うわー気象ひらがな今回この中で一番聞いてるねこれ。そんなこと言われてもということで今回、こちら氷。まあね、氷と聞いて昔の行政区画のことだよね。氷？昔の行政区画のことを氷って言いますけど、今日はそれに関してお絵描きするってことですか？そんな別に社会派チャンネルじゃないんですよね。違かったですよ。社会学チャンネルではない。皆さんに知らないを教えるっていうさ、そんなクイズノックみたいな掲げてるわけないだろ夏目さんちがということで今回やっていく企画はこちら塗ったところが凍る氷絵の具でお絵描き対決。パエリアキロ。何を言うとんねんって話なんですよ。ほらね。塗ったところが氷になる？全然知的じゃないでしょ。バカじゃん。確かに塗ったところが氷になるってすごい。でも僕じゃないから言ったの。あ、またそうやって人になすって言ってないよ。買ったところごめんなさいから始めるんだよ。ごめんなさいじゃないよ。今日だってこのタイトルほぼ販売してるページに書いてあることそのままタイトルにしてるだけだから。わー。つまり今回はですね、塗ったところがまるで凍ったようになる世界一氷の絵の具。なんかずっとバカだけど大丈夫。直訳だからね。こちら。わー、書いてある。アイス絵の具だよ。キラキラで、なんかこの箱もさ高級感あって、今回ですねこんなものを輸入してしまいまして、はい、いやもう文言だけで買っちゃったよね。あれでしょ、とある筋から上物をここで買い物した時にすごい毎回面白いんだけど、これ実は前ミラーペイントとかね買った時にもここのサイトだったんだけど、はい、ちっちゃ久々になんかめちゃくちゃ変な画材を売ってる夏目さんちのためみたいなサイトがあるんだけど、ありがとうそのお店をやってくれて。そうなんです。そこでですよ、文言が毎回面白くて、買った後に海外だからまあ手続きに時間かかるはかかるんだけど、購入後に今から絵の具を作り始めますので数日から数ヶ月かかる場合がありますって書いてあって、なんでそのバッファなんだよと思って数日から数ヶ月ってどういうことやねん。いやわかんない、もしかしたらさこのさ絵の具をさ作ってる魔法使いがねすごい高い山にさまず材料を取りに行くとこから始まる。氷とあと氷を定着させるための何かとみたいな。やっぱマジカル絵の具なんだ。マジカル絵の具だからびっくりするんだよね。これちなみに1ヶ月でした。よかった。数ヶ月とか言って半年後になんだっけこれみたいな時に来なくてよかったんですけど、今回はこちらの塗ったら凍ると豪語しているこの絵の具を。どういうことって僕も思うんですけど、冷たくなるの？冷たくなるってやばくないもん。関係性が冷たくなるの？関係性は冷たくなりそうになるよ。その絵に対する情熱が減るの？それ最悪だろ情熱が上がる絵の具ですよ。絶対これ面白画材だから。わー楽しみ、それでは早速アイスペイントやっていきたいと思います。苦しそうまあでなわけでこれを開けてきますか。じゃあ早速開けちゃうんですか？大丈夫？かっこいい。そんなならない。全然もう開いてる。エラク青いアポトキシンじゃないそれ。ちっちゃくなっちゃう何これ？何これこの辺でラメラメしくなってんだけどね。ラメラメしいのとめっちゃ青いの。これなんかよく振ってって書いてあった。待ってすごくない？なんか待って振ったらめっちゃそれこそ鏡絵の具みたいになっちゃった。どういうことこれおもろ。今日はねこれを使いたいんだけど、まあこれはこの一瓶しかないので貴重なものになるんで、命かけてね1ヶ月かけて送ってきてくれた絵の具なんで、じゃあまずはこれを使う前に塗るものを作るか。そうですね。いつも通りね試しに書いちゃったらちょっとワクワクが減少しちゃうんで、確かにちゃんと線画ができてから塗っていきたいと思います。いきます。よし、じゃあ描くよ。最近ねなんか絵を描くモチベがねバカ高発生なのよ。すごいじゃん。そうすごいの。なんかもう夜眠れないな絵描こうみたいな感じで絵描いちゃう。そうすごいね。しかも昨日の夜もちょっと私なんか夜中トイレに起きちゃって眠るかと思ったんだけど、眠れぬってなったから絵描いちゃったのよ。そうすごいじゃん。すごくない？なんかかっこいいね。かっこいいでしょ。そういうこと言ってみたいわ。そう膝描きたかったのにこのアングルじゃ膝入らん。膝ってそんなにさ入るアングル少ないから。いやそうなんだよね。入れようと思
ないとね入らないんだよ膝っていうのは。だからみんなもうちょっとなんかさ希少性をさ理解してほしい。希少なものいつもね取ってきてるんだよね。そうなの。大変なんだから。温度と気温と気候と栽培してんの。温度と気温ってほぼ一緒だったよ。こだわりがあるようでないような。なんかね。いや暑いこの部屋。さやさんが暑いって言うんだったら。俺さやさんのこと本当にさ、時々なんかすごい怒りたくなる瞬間ってあるんだけどさ。なんでよ。僕がいつもねさやがねこの部屋入ってくると寒いって言って文句ばっか言うから、じゃあいいよと思って俺はすげえ我慢して一度上げてんの。ありがとう。優しい。でもね一度上げるとねほとんどの確率でさやがこの部屋暑くないっていうたびに俺もうさやに気使って温度上げるのやめようかなって毎回思うんだけど俺下げるわ。じゃあちなみに俺は暑いよ。奥さんのために我慢してくれた。僕の優しさを毎回さやの何気ない一言で無限にするからやっぱり俺はこの部屋を冷やしていいんだって気持ちになる。多分ねさやね 0.5 度が必要なんだと思う。繊細だからさ結構気使ってさやの撮影中のパフォーマンスが下がるとなって思ってさ。いやちょっとだけ打算的じゃない。さや寒いかなとかじゃなくてさ撮影のパフォーマンスが落ちる。打算的すぎる。いやついでにさややっぱ寒いよなと思って、みんな思ったよ。やっぱりゲンさんってそっちなんだって。それは大事だろ。撮影を楽しくできるってことだよね。確かにね。大事じゃん。冷たい絵の具をこう夏だからやっぱり冷えたいと思ってさこういう絵の具買ったわけなんだけど、はいいいです。別にそういうわけではないんだけど何言ってるか分かんない。たまたま見つけたから買っただけなんだけどさホットな話題があってでもそれとは相反してはいどうしたんですか。公園行った時にねはいファイヤートルネードの使い手がいたの。みんな多分知らない。いや知ってる人もいるかもしれないけどやばいってそれ流通してたらまずいんじゃないの。その情報目撃したことがバレたら俺もやられるかもしれないんだけどファイヤートルネードの使い手がいたの公園に。多分小 1,2 ぐらいの子たちが2人ですごい仲良さそうにサッカーをやってたので、パラちゃんもと一緒に公園に行ってる時だからなんかお兄ちゃんたちサッカーやってるから危ないねっつってそのパラちゃんをねちょっと横に避けながら彼らの動向を見守ってたら一人がこう蹴った後に受け取るじゃん。そしたらその子が「弱いな」っつってすごいなんかかっこよく叫んでかっこいいと思ってなんだかっけえなと思ったら「ファイヤートルネード」って言ってすっごい勢いで蹴ったの。まあボール自体はポヨンって感じで帰るんだけど普通のね。そうそしたら受ける側も「弱いな」っつってそいつも言ったの。ファイヤートルネードを受けたら何を返すんだろうと思って僕めっちゃワクワクしちゃってこの少年の感性でどんな必殺技が放たれるのだろうかと思ってめちゃくちゃワクワクしながらその子たちの動向を見守ってたの。したらその子「ファイヤートルネード」って言ったの。お前もファイヤートルネードの使い手じゃったんだって。どっちもファイヤートルネード打ち合ってるっていうめっちゃ可愛い図を目撃したっていう。なんかのさあれなのかな作品で出てくるのかな。そういうこと。みんなさファイヤートルネードもしさ知ってる人いたら教えてトルネードね。マジでゲンさんに教えてあげてファイヤートルネード。ゲンさんも使い手になりたいって言ってたから、俺もちょっとあれワクワクしちゃったあれ。いやワクワクするじゃん。年がいもなく。そういえばなんかさいつだかさ、私さなんか雪山の中でさなんか膝出してる音を書いてたよね。書いてた。夏あったねそんなこと。酷やないって思ったの。あの時はさなんかなんでこんな雪山で膝出しててかわいそうにお前が書いたんやってやつだったんだけどさ、最近「先生と」っていうドラマを見たんですけど、そこでアイスランドでめっちゃショーパンの子が出てきたから、ありやなってなって。どういう自信を得てるアイスランドにいるなら大丈夫ってなった。確かに。でもそんなこと言ったら北海道の女子高生だって肝座ってんじゃんみんな。ああすごい。タイツとか履いてないのかな。履いてない子もいるっていうのをなんかそれこそその動画のコメント欄で誰かが言ってたよ視聴者の方が。すごい。じゃあ俺が書いたの JK だったんや。そういうことなんだ。じゃあ寒そうなところで膝出してても大丈夫なんだ。なんだ無責任なやつが一人増えただけで。最近さほらパッパッって言うじゃん。言う。パッパッって言うんだけどまあね厳密に言ったらパッ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 みたいな感じでパの連発なんだけど。でもパパはには変わりないから。テンション高いとピャッピャッみたいな感じになるの。でママ呼ぶときはこうなっちゃう。なんで全力の拒否の時にねマが出るの。確かに。なぜかね。あれは何なんだろうね。ママ泣いちゃうよっていう。すごい否定してくるよ。でも俺は伝えとくよここで。ビデオレター風にしよう。パラちゃん見ていますか。何があったの。あなたは今とても米津玄師にハマっています。以前さブルーノ・マーズにめちゃくちゃハマってるみたいな話あったじゃないですか。めっちゃ米津今。そう本当にあなたは米津玄師にハマっています。ふとこの前 YouTube が自動再生で勝手に藤井風がつきました。藤井風でも大丈夫でした。あなたは高身長のふわふわ系な髪の毛の黒髪男子が好きなんですね。ママわかりました。だけどその後バンプオブチキンがついたんです。
藤君はダメでした前髪が長すぎたのかもしれません。いや本当にさ、なんでだろうね、その流れだったら藤君もいけるやんっていう。そうわからない人のためにね、米津玄師、はい、藤井風、はい、藤原元を今並べてみてるんですけどこのさやの雑な絵で、はい、この流れいけるかと思いきや藤君ダメだった。藤君ダメだった。米津玄師、藤井風まで来たからちょっとこっちもいけるんちゃうかっつってバンプもつけてみたらちょっとバンプダメだった。バンプはねまだダメだったんだよね、なぜか。でもなんかもうテレビの前で私がなんでやねん藤君だってやろって、私が言う羽目になるっていう家から6人出ないから話すことない。逆にみんなが喋って今そんなことあるんだ私に向かって喋ってほしい。確かに俺たちよりね、みんなの方が多分ねすごいねいろんな出来事にね出会ってるはず。そう私たちはなんかもうちょっとダメだからなんか波すごいよね。めっちゃ出る時ともう何にも出ない時みたいな。ご覧の通りね、話題がねパラちゃんの話題に偏るんだわ。そうなの。印象に残る出来事がやっぱりパラちゃんの出来事が多くなっちゃうんだよね、どうしても。そうなんだよね。というわけでさやさんも色塗り入ります。さやさん今日水彩なんですか？はい、今回はおなじみの。そうおなじみなんだ初めて見るぐらいの人もいると思うけど、なんか最近さやそれハマってるよね。なんか楽なんだよね。手軽さってね強いよね。今回ちょっとねインクを直接ここにジョワジョワするっていうの。ジョワジョワしちゃうの？はい、悪いことだとは分かっていますが楽しい。めっちゃ楽しいよねそれ、みんな見てる人は思っているはず。お、色塗り始めた。アイス絵の具が出ないよ。出ないね、まだね。まだアイス絵の具じゃねえんだ。ごめんね。ここでアイス絵の具と思いきや、出なかった。アクレアだった。出るかと思ったのにね、今ね。アクレアマジでいいぞ。アクレアはいいよ、めっちゃ。アクレアおじさんになってる、完全に最近。アクレアおじさんのいる。今度からそうやって自己紹介しない。俺今アイス絵の具の存在忘れてたわ今なんかゲンさんこんなもんかなみたいな動きしてるからおっと思ったな今すごいなんかナチュラルに、さや終わるまであとどの辺をこう仕上げていこうかなってか今思ってたんだけどさ、アイス絵の具使う動画だよねこれね。そうだよ。そうだよね。お気づきになりましたか？何の動画やねんこれ気づいた。びっくりしちゃった今。さすがに自分に今憤りを感じてるさあということで、もしや行くですか？いやもう行くでしょ。これを使いたいんだよ。見るからにこれを使いそうな絵じゃん。確かに。今回アイスの女を描いてるんでこいつを使っていきたいと思います。はい、言ってやれよ。任せてくれよ。もうちょっと待ってかな。ちょっと今急に直したくなっちゃって。俺さっき使うって言ったよね。もうね。言ってた。もうとうとうやるよ俺って言ってたよ。ね、とうとうやるよ俺ぐらい言ってたよね。言ってた。何？やってないね。そろそろやります。ついに来ましたこれ。わーい、やっと見れる。おめでとうみんな。このアイスペイントを試していこうと思います。頼むよ。じゃあ開けてみる。みんなに見せてやってくれよ。何これ？固まってない？したら固まっちゃう？待って。本当にアイスって落ち？待って。何？うわー、何これ。なんかすごそう。いきます。はい。わー。すごい。何？うわー。鏡みたいになってる。何これ？いや伝わんねえ動画。動画向きじゃないねこの絵の具。確かにめっちゃ白い。すごい。待ってこれどうしたらいい？なんか白いだけになってる。すごい。どうやったら伝わる？塗ったら角度変えるか。そうだね。いやでも皆さんこれすごいよ。かっこよこれ。絶対見てるみんな何にも今はてって顔してると思う。普通になんかさグレーブルーみたいなのが塗られてる感じに見えると思うんだけど、すんごい綺麗な光系というか、輝く青というか、まさに氷じゃないこれ。すごー。めっちゃリッチな絵なんだけど。なんて言えばいいんだろうな。このメタリック系のペイントってさ、思ったよりメタリックじゃないなみたいなのってあるじゃない。あるね。そんなことない。俺たちが望んだメタリックを超えてくるみたいな。めっちゃ楽しい。なんかすごい一人楽しんでる。楽しい。みんなに伝わってないのに。嘘、みんな伝わってほしい。ゲンさんのテンションが高い。今回は僕テーマがちょっとリッチめな、いつもはやらないような感じできらめきのある絵にしようかなと思ってて、だからまあ言ってしまえばちょっとあんまり動画に向いてないテーマなんだけど、原画を見てもらった時にワクワクするような絵にできればなっていう。これは面白いです。この楽しみ、さやが思いつくまでに俺終わっちゃうかもしれない。楽しみパートが。しかもね、何がすごいって、全てを覆い隠していく。これわかる見て、ほら
エルサが悪さしてる。ほらエルサが悪さしてるよこれ。見てて見てて。じゃあどれぐらいこれがすごいかというと、これ真っ黒でしょここ。見て、すごっ。黒を消す。消した。凍らせてる。まさに。そもそもこれがアクリル絵の具なんだよね。って書いてあったの。あ、そうなんだね。そう、アクリル絵の具の特性をそのまま持ったこのメタリックペイントみたいな。これは楽しい。やりたいやりたい。ごめんね、使い切っちゃったら。なんでそんなことあるこんな絵になったらいいなみたいな感じで残してた部分が全部、イメージ通りでなんかこうアイスっぽくなってくる。すごいすごい、それはいいね。ください。どうぞどうぞ。さやさんも参戦する。すごい、なんかギラギラなんだけど、ほら見てんのすごい。そう、なんかさ、ヘドロみたい。こういうさ、もっといい例えなかったなんだヘドロみたいな。わー、ギラギラ。見てほら、見えないね、みんな。残念。これどうしようね。ちょっと後でもうちょっとなんかキラキラさせるって見せてみたいんだけど。アイス絵の具いいね。いやこれ原画で見てほしいな。ちょっと今から住所言うから来てもらっていいかな、みんな。もう大問題。はい、ということで終わりました。終わりました。アイスなんかアイス使ってる瞬間短かったような気もするんだけど、すっごいギラギラですよ。見てください。せーの、ドン。わかんないんだけど、わかんないね。まあ、とりあえずじゃあ僕の方からこんな感じ、うわー、こういう感じになりました。アルミホイルなんだけど、見て、すごい。でも塗いった瞬間こうなんか、光沢がすごいよ。そういわゆるフィクション作品で氷の能力者が凍らせた時みたいな。あ、ねえねえねえ。そうすごいこれ、でさやが、はい、私のがこんな感じで。うわすごいね、はい、ギラギラですよ。あ、ギラギラ。ちょっと角度変えて光があれになると白い線も見えるって感じですね。そうなんです。葉脈を描いてみたんで、でもさ、こうなっちゃったらもう見えないぐらい光るね。めっちゃ光る。はい、ということで今回ですね、僕は氷のもう魔女みたいな。めっちゃ強そうだよ。昔ヴィランカみたいなやつたじゃない。アナ雪の原作小説のエルサを闇落ちさせたみたいになったじゃないですか。それみたいな、もうそれぐらい強い能力を持ってるような人間だって嫌いだもんね、絶対嫌いそうだし、ちょっとなんか FF15 の芝ぐらい大きかったし。確かにめっちゃデカ氷お姉さんだから、今回はちょっと神秘的な感じを出したいなとか思ったので、このきらめきにプラスで周りをちょっと黒で締めた後に金も入れたりとかして、ちょっとしっちゃかめっちゃかになってしまったはなったんですけど、この金もさ結構ギラギラするタイプだけど、そうだね。でもこれはすごすぎて、わー、いやこれは楽しい。強そう。もうこれはもう山の奥ですね。もうひょーってところの山奥に突如ブロッケン現象ぐらいでかいぐらいにこう現れる。なんかブロッケン現象ってなんかさ、山の上にいる人に光がパーン当たると、下の方で影がドワーン出て巨人が出たみたいに見えるみたいなっていう現象があるんですけど、って言われてたけど、原寸大のでけえもう氷の女がいたっていう。妹を氷の山の神様のところに連れて行かなきゃいけないみたいな。で妹がなんか生贄に捧げられちゃうみたいな展開あるじゃん。それお兄ちゃんが助けに行くやつですね。助けに行くというか、お兄ちゃんが攻めて連れて行くみたいな。でその氷の神様のところに捧げられるんだけど、そんな趣味はないっていう、本当にそういうやつ。兄12、妹10ぐらいの兄弟とクソデカ氷女神様のラブコメディっていう感じぐらいでかい人であってほしい。いやめっちゃかっこいいこの絵。はい、こえたんですよ。まさに氷、ね、まさに氷よ。でさやの方がこれなんか男の子ですね、膝が出てて寒そうだな。またなんかすごい寒そう。下雪なんじゃないのこれ。わかんない。でもこの子も魔法使いかもしれないし、なんかほら杖持ってる。確かに雪積もっちゃってるよ杖に。そうそうそう、これいつでも雪だから、これつらら、これ刺して殺す。なんで物理なのもしかしたらね、ヒートテック魔法でつけてるかもしれない。そうそう、これあれだから素足に見えるタイツ履いてるだけだからすっごいおしゃれなんだ。でなんか氷魔法のなんか使い手的なやつで、これなんかギラギラの植物のとこね。これ氷で作られてんだ。そうそう、てかこれが氷の元。氷の元。そうそうそう、これが氷魔法を生み出す、そのなんか多分この人が住んでる地域に生えてるこの植物をこの杖で使ってるんじゃない？お兄ちゃん？お兄ちゃん？妹がいて妹ややこしい。この子の弟子なのかもしれない。なるほどね。いやその後じゃん。その後山に行って妹を生贄に捧げられずに逃げたお兄ちゃんと妹がいて、この人のとこに行って、この人のところでこの力を手に入れたお兄ちゃん。
何がってでね、さやが完成するまで暇になっちゃって、もう一枚増えちゃった。めっちゃ可愛い。どうしてもこれをベタッと髪の毛に使ってみたくなっちゃって、この絵の具がどれぐらい楽しかったかみんなにこれで伝わってほしい。さや終わったのに描き始めちゃうぐらいは楽しかった。確かにこれ可愛くない？可愛い。周りはもうコピックのインクをジョバーして、なんか色が可愛い。そう、これなんかね、くしくもマスキングみたいになってここにピタッて止まってくれたんで、すごいビシャビシャしやすかった。染みなかったんだね。そう。妹じゃん。生贄に捧げられた妹、お兄ちゃん、女神。ああ揃ってなんか登場人物みんないたじゃん。全然今何にも考えてなかった。妹もうこの力だいぶ引き継いでる。だいぶもうね、だいぶ引き継いでこれ確実にコントロールしてるよね。でその力を自分の身の回りを守るために妹からこうちょっと力を借りてこの杖に宿してるっていう一般人お兄ちゃん。一般人お兄ちゃんとやべえ妹と神ですね。クソ強い弟妹を持つ一般人お兄ちゃんもめっちゃ好きなんですよね。具体的だな、嫌にというわけで今回こちらのアイス絵の具だったんですけど、ちょっと想像以上に楽しかった。ちなみにこちらおいくらです？輸入費込みだとこれで、これでね、これで1万ですよ。でもね、輸入費が高い。もう6000円ぐらいかかってる。そこに5000円ですねこれ。輸入する。けどちょっと日本で手に入れるにはこれはもうお財布が寒くなっちゃった。そうなんですよ。お財布が一番寒いかも今。てなわけでちょっと今回めちゃくちゃ久々になんか面白画材でテンション上がる。いやーね、面白かったこれは。めっちゃ楽しい。これはなんか大切にアクセントに使っていきたい。そうだね。もし使う時があったら皆さんもぜひとは言えない感じなんですけど、これは本当に楽しかったです。楽しかった。これはもう氷絵の具といって差し支えないのでは。差し支えない。めっちゃ楽しかった。ゲンさんの絵もすごいギラギラしてるから、これもみんなに送ろう。送るか。みんなちょっと家の窓の外のところで口開けて待ってて。約束ね。なんで口開けとかなきゃいけない？明日の5時ね。口開けて待ってて。速達すぎる。これ送るから。